こんにちは、イラストレーターのバビンチです。この間、X でこんな投稿を見かけました。ぽい床反射の爆速解説です。クリップスタジオで書いています。1、たまたまこんな窓があったら、床に反射させたくなる系人類は少なくないと思います。2、反射は角度がつくほど強くなって、垂直なほど弱くなります。1より2の方が映り込む。悲しいほどややこしいね。3、なので、せっかく綺麗に反射しているところ、大変恐縮なんですが、4、こうです。遠いところほど綺麗に反射して近くなるほどに反射は薄れて実際にあるものの色、質感が見えます。憧れの感情と同じですね。このポストを見たとき、私、とあることを思ったんですよね。それは、うわー、解説するの忘れてたーです。ということで、今回はこの景色の反射の強さの移り変わりということをテーマに一歩深い解説をしていきたいと思います。しかしね、このテーマを一から説明するのって結構大変ですし、動画の導入でこちらの投稿をご紹介させてもらえたらめちゃくちゃ楽できるなーって思って、ダメ元でこちらの投稿者のスマイル先生にね、使わせていただいてもいいですかと伺ってみたところ、お使いくださいませと快諾していただきました。こんな他力本願のダメダメな私のお願いにもかかわらず、ご快諾いただいた最強にお優しいスマイル先生、本当にありがとうございます。スマイル先生は今回の投稿のようにシンプルにわかりやすいイラスト講座系の投稿だけでなく、透明感あふれる多彩なイラストなどを投稿されています。概要欄やコメント欄にスマイル先生のリンク貼ってありますので、ぜひ皆さんフォローをよろしくお願いします。さて、本題に入りましょうか。そもそもこちらの投稿の内容は科学的根拠のある正しいものなのでしょうか。答えはイエスです。今回はこの内容をより深く解説して皆さんがいろいろな物質や表現に応用ができるようになればいいなと思って進めるね。そんなわけで、とりあえずこちらの内容が完全に正しいということを前提として進めていきたいので、まだこちらの内容を理解できてないよって人はしっかりと見返して理解できたら次に進みましょう。まずは今回考える上で必要な要素を抽出していきます。スマイル先生の解説で言うと、今回要素はこの床の模様というのと景色の反射という2つの要素に分けると考えやすそうですね。これは最終的な完成品で移り変わっている2つ、景色の反射がだんだんと床の模様に移り変わっているっていうところだからですね。ところで実はこの2つの要素は専門用語を当てはめることができます。大理石のようなこちらの白い床の模様っていうのは拡散反射光という風な名前がついていて、窓が映り込んでいるこの景色の反射の方は鏡面反射光という風な名前がついています。おっと、拡散反射と鏡面反射という難しい言葉が出てきましたが、今回はこれらについて詳しくわからなくても大丈夫です。今回ポイントとなるのは実は鏡面反射の方なので、この景色の反射のことを鏡面反射と呼ぶよという名前だけをここでは覚えておいてもらえれば結構です。で、さらになんですが、今回は拡散反射という名前すらどうでもよくて、床の模様なども鏡面反射以外の全部をひっくるめてその他という風にくくってしまって大丈夫です。こういう分け方をすることで実はいろいろな応用をしていく方法を考えることができるようになります。ちなみに今回は詳しくは必要ないのですが、拡散反射や鏡面反射について詳しく知りたい人は私の過去動画のハイライトの書き方という動画ご覧になってみてください。それよりもさらに詳しくなって知識をガチガチにつけたいという方は前後編からなるこちらの光の原理という動画をご覧になってみてください。光の原理では細かい頃まで詳しく扱っているのですが、自分で理解して応用していくっていうのは正直大抵の人にとっては難しい内容となっています。そんな方はね、メンバーシップ限定の解説配信をぜひご覧ください。こちらの拡散反射は2時間以上、鏡面反射の方に至っては3時間もかけて引くほど詳しく丁寧にそれぞれを解説しております。こちらはかなりの自信を持って提供しているコンテンツとなっているので、理屈が好きな方や早く上手くなりたい方にとってはとってもおすすめです。今回は鏡面反射を主に扱うので、鏡面反射がどんなものなのかっていうのはここで軽く解説しておきます。実は
ば鏡面反射っていうのは皆さんが一番馴染みのある反射だと思います。どういうことかというと、光がこう床にぶつかって反射をしていくんですが、この時にこの入射角イコール反射角となるような中学校の理科で習ったこれ反射の法則が成り立つようなこういった光の反射のことなんですよ。つまり鏡面反射とは反射の法則が成り立たないようなこういった反射とかこういった反射のことではなくて、こういった反射だよっていうことですね。とこれだけ言われてもじゃあこういう反射の法則が成り立つものってどんなものがあるのかなっていうふうに考えると、一番に思いつくのはあれですね。皆さん身近にある鏡です。鏡ってどんなもんだったかなーって思い出すと、要するに景色をそのまま反射しているだけですね。逆に言うとこんな感じで景色をそのまま反射するっていうものが鏡っぽいんですよね。だからこういった景色の反射のことを鏡面反射、鏡の面の反射と言ったりするんです。さあ、鏡面反射という言葉にも慣れてきたところで、スマイル先生のあの投稿で起きていたことが何なのか改めて図にしてみます。まず床に光が当たります。そしてさっき要素を抽出したように、この光はこの後鏡面反射とその他に分かれるんでしたよね。こういった鏡面反射となんかよくわからないけど残りの色々っていうその他に分かれるわけです。まあ言い方を変えると、光を当てた時に色々起きるんだけど、そのうちの鏡面反射っていうところだけに注目しているっていう風に考えてもいいですね。スマイル先生の投稿では、鏡面反射はこの景色の反射で、その他はこの大理石のような白い模様のことでしたね。ここで押さえておきたいポイントがあるのですが、これどちらも元はこの床に当たっている光が元なので、この鏡面反射とその他の光の強さの合計は必ず一緒になります。つまり、例えば床に当てる光の強さが100だとしましょう。そうするとこの鏡面反射とその他の合計は必ず100になるようにしましょう。つまり、例えば鏡面反射の強さが50だとしたら、その他の強さは必ず50になっていますし、鏡面反射が99だったらその他は1しかありませんし、鏡面反射が20ならその他は80、鏡面反射が5ならその他は95という風になるというわけですね。足して100にするんでしょっていうのはいいんだけど、じゃあどの数字が正解なのって思ったかもしれませんが、実はこれはこの割合、鏡面反射とその他の割合っていうのが物質によって違うんですよ。例えばこういった金属であれば鏡面反射が100近くあるので、ほとんど景色を反射しているだけになっていますが、反対にこういった粘土は鏡面反射の割合がとても低いので、景色の反射はほとんどなくて、こういったマットな質感になっていますね。そんな風にこの鏡面反射とその他の割合っていうのが物質によって変わるっていうことを押さえておいてほしいんですが、なんと物質の種類によってだけでなくて、この床に光を当てるこの一番の光の角度を変えることによってもこの割合が変わるんですよ。つまり同じ物質に同じ強さの100の光を当てた場合でも、この角度で当てると鏡面反射80をするのに、この角度だと鏡面反射30しかしないよみたいなことが起きるんですよ。そういったことを超わかりやすく解説していたのがスマイル先生のこちらの投稿なんですね。いやー、スマイル先生めちゃくちゃすごいですね。じゃあ角度によって鏡面反射の割合が変わることは分かったよと。でもなんで角度によってそれが変わるのっていうことをここで不思議に思うかもしれません。でもこれをちゃんと説明しようとすると、物理の式をこねくり回して証明してみせることになっちゃいますし、計算に使うものもなかなかややこしいことになっているので、そんなことしたら誰が見るねんって話になっちゃいます。なのでここでは直感的に分かりやすい説明をしてみますが、もしねややこしい計算でも構わないからちゃんとした説明を聞きたいっていう人がいれば、そういった人は反射率、角度なんかでググってもらえれば色々出てくるんで、頑張ってください。でね、分かりやすい説明どんなものがあるかなって考えたんですが、一個思いついたのがダーツですね。ダーツってみんな的の正面から矢を投げますよね。その結果どうなりますか？
そうですよね。的に矢が刺さりますよね。いや、当たり前じゃんって感じなんですけど、もしここにものすごい変態が現れて、矢をこう、ものすごい角度斜めから投げちゃいました。そうするとどうなりますかね。おそらくこの角度が急すぎて、斜めすぎると矢はうまく刺さらずに跳ね返っちゃいますよね。なんとなくイメージできますよね。これが光にも起きてるんです。つまり、床とかに光を当てた時、まっすぐ当てると結構しっかり差し込まれていって反射する鏡面反射の割合が少なくなっていくんですね。一方で、斜めに差し込んでいくと結構ちゃんと跳ね返されてしまうっていう感じですね。こういったイメージで話すと分かりやすいんじゃないですかね。どうですか？しっくりきましたか？ということで、なんとなく仕組みが分かったところで、一回書いてみましょうか。こちらの写真を軽く模写してみましょうか。ほら、こちらの写真見てください。この景色の反射がだんだんと薄くなってってますね。すごく分かりやすい写真ですね。では、理屈に沿って書きたいので、まずは鏡面反射とその他にあたる部分が何なのか考えてみましょうか。まず、鏡面反射は何だったかっていうと、景色の反射の部分ですよね。なので、今回はこの水に映り込んでいる山と空の部分が鏡面反射になりますね。じゃあその他は何なのか。さっきまでの例だとその他っていうのは床の白い模様でしたが、今回は反射してるのが床じゃないですね。景色が反射しているのは水です。しかし水って透明ですね。あれ、透明な水がその他、透明とはじゃあ何を書いたらいいのとパニックになっちゃったかもしれませんが、実際はそんなに難しく考えなくて大丈夫です。その他っていうのは鏡面反射以外の全てっていう意味でしたよね。なのでここではこの鏡面反射がなかったとしたら何があるかなっていう風に考えて、単純にこの水底の小石が見えるんじゃないかっていう風に考えますね。では鏡面反射とその他が分かったので、一旦それぞれ書いていってみましょうかね。とりあえずまずあんまり関係ない上の部分、こんな感じですかね。今回ね、解説に使うだけなので、ちょっとゴミ量ね、この程度で許してください。ではまず景色の反射こんな風に書いてみました。同じように鏡面反射じゃないその他の部分はこんな風にしておきましょうかね。ここで鏡面反射の方がまずね、下の方が弱くなるという話だったので、グラデーションをこのようにかけていきます。こんな感じですね。ここで1個ポイントなんですけど、グラデーションをかけるのに消しゴムツールとかは使わないで、レイヤーマスクを使うと後でやり直しが効くのでおすすめですね。で、次がポイントなんですが、このその他の方は上の方が弱くなる。なのでこんな風にします。おいおいバビンチ、そんな話今までなかったじゃないかという風に思いましたかね。実はもう言ってるんですよ。勘のいい人は気づいてますよね。そう、これ鏡面反射とその他のこの合計が必ず100になるようにしてねっていう風に言いましたよね。つまりどっちかが増えるともう一方は減るんですよ。それを踏まえて見てみると、鏡面反射は上の方が強くなってるってことは、その他の方は上の方が弱くなってなければいけないですよね。なのでこんな風になっています。ただこうすると後ろの白色が見えてしまうので明るい印象になってしまいます。なので1枚下地にこういった暗いレイヤーを挟んでおきましょうか。するとこんな感じですね。さあこれで材料が揃いましたね。なので全部合わせて表示してみるんですが、こんな風になりました。これだけでも結構いい感じじゃんっていう風に思う人もいるかもしれませんが、私はちょっと満足いかないですね。これだけだといまいち透明感が出ていないような感じもしますね。よりリアリティを出すためには表面反射のこちらのレイヤーですね。こちらのレイヤーのレイヤー合成モードを比較括弧明るいにします。比較括弧明るいにしたものがこの真ん中のものですね。するとどうでしょうかね。見比べてみてください。あんまり違いわからないかもしれないんですけど、よりそれっぽくなってるのわかりますかね。今回の写真のようなシンプルな景色だと特に差は少ないかもしれないんですが、書くものによってはこれを比較括弧明るいにすることで一気に透明感やリアリティが引き立つこともあるので、この手法を覚えておくと便利ですよ。ただ比較括弧明るいという合成モードにあまり馴染みがないよっていう人も多いかもしれません。なんでこんなことができるのかっていうことも実は過去動画比較括弧明るいを使った代わりの考え方という動画で扱っています。こちらはサクッと見られる内容となっているので、まだご覧になってない方がいたらぜひこの後ご覧ください。ということで、こういった手順で書いていけば、今回扱った白い床やこの水の反射に限らずにいろいろな素材とかに応用でき
そうですよね。これでいろいろな素材に応用できるねって言われても、いやじゃあどんな角度で光を当てたらどのくらい鏡面反射するのっていう具体的なこの細かいね、値が気になった方もいますかね。そうそうそう。実はその変化の仕方も物質によって変わるんですよ。つまり、こちらのスマイル先生のイラストの床の大理石と、こっちの写真の水が違う物質なので、このグラデーションのかかり方と、このグラデーションのかかり方っていうのがまた変わるっていうことですね。そこでね、どんな物質がどのようになるのかということを紹介しようと思って、グラフとかまで用意したんですが、改めて見てみたらぶっちゃけ難しすぎる上に、そこまでお絵描きには役立たないかなといった感じだったので、今回は紹介しません。もしどうしても気になるよっていう人がいたら教えてください。もしいたらメンバーシップ向けにやるかなーって今は思ってます。グラフがあってもね、お絵描きには役立たないかなーっていうのはね、逆に言うとグラフがなくても描けるっていうことなんですよね。今回言いたいのは、グラフとかに頼らないで、とにかく資料をちゃんと見ろということを言って締めくくりたいんです。結局そんな脳筋かよっていう風に思うかもしれませんが、今日学んだことを使って考えればね、鏡は角度とか関係なくてほとんどそのまま反射してるなーとか、石ってもともと鏡面反射しづらそうだけど、濡れると水によって鏡面反射しやすくなって浅い角度のところは明るくなってるなーとか、アスファルトって全然鏡面反射してなさそうだけど、よーく見るとこの遠くの浅い角度のところっていうのは意外と明るくなってるなーとか、そういった素材の特徴をより発見しやすくなりませんかね。そういった意味で今回は資料を観察するための観点というか価値観というか、そういったものの一つをお伝えできたのならよかったかなというふうに思います。ここまでご視聴いただいたんですね。長いことお疲れ様です。ここまで見ていただいたあなたなら、めきめき上達すること間違いなしだと思います。引き続きその調子で頑張りましょう。改めて今回投稿をご紹介させていただいたスマイル先生、どうもありがとうございました。この動画が面白かったり、ためになったという人はぜひ高評価やチャンネル登録だけでなく、スマイル先生のフォローも忘れずによろしくお願いします。メンバーシップのご案内です。月々490円でメンバーになることができます。メンバーになると質問、添削配信、詳しい解説配信、過去配信のアーカイブという3つの特典を受けることができます。これらの特典が気になった人はぜひメンバーになるからメンバーシップへのご参加お待ちしております。